こちらが製図になります。こちらは前身ごろ後ろ身ごろの製図になります。こちらの襟ぐりが前身ごろで、こちらのラインが後ろ身ごろのラインになります。前身ごろは前縦を入れたサイズで2枚カットしてください。後ろ身ごろはこちらの前縦なしで、このラインを輪で1枚で立ってください。こちらのアームホールは、10.5 から3センチ下がった点と、こちらの 20.5 の線をつなげて直線を描きます。この直線を3等分にします。3等分にして、こちらの1つ目を2センチ、2つ目を3センチで点を取ります。この4点をなだらかなカーブでつなげてください。こちらのラインがアームホールで 19.5 になりました。製図を書いた際にこちらを測ってアームホールの長さを決めてください。多少の誤差が出るかもしれませんので、ご自身で一度測ってみていただくといいと思います。で、こちらのアームホールからマイナス 0.5、19センチの直線がこちらの前のアームホールになります。こちらの直線が後ろのアームホールになります。こちらの直線を4等分したものがこの黒丸になります。この直線から1センチ、この直線から 0.8 でこのようにカーブを描いてください。こちらの方は4等分にして、こちらのサイズにプラス 1.5 下な直線を描いてください。19プラス 1.5 がこの直線です。全体的の長さではなくて、このラインに 1.5 足してこちらのカーブを描いてください。このアームホールの直線を描くときには、こちらとこちらのクロスのラインを描いていただいて、この横の線を長めに描いておいて、こちらの点から19センチになるところを探して描いていただくといいと思います。袖丈を変えたい場合はこちらのサイズを変えてください。着丈を変えたい場合はこちらのアームホール下の長さを変えてください。縫い代は入っていない製図になります。こちらの前立てには縫い代をつけないでください。他はすべて1センチずつで縫い代をつけてください。裾のみ3センチつけてください。袖も1センチずつの縫い代をつけて、袖口には2センチの縫い代をつけてください。生地をカットしましたら、中表に合わせて肩を縫っていきます。縫い代1センチで縫ってジグザグミシンをしてください。こちらの縫い代は後ろに倒します。見返しを作っていきます。見返しには接着芯を貼っています。それぞれ縫い代分は接着芯を貼っていません。こちらを中表に合わせて縫い代1センチで縫っていきます。縫い合わせましたら、外側にジグザグミシンを一周していきます。こちらを合わせていきます。
身ごろと本体部分を中表に合わせます。背中中心とこちらの縫い目同士を合わせていきます。前身ごろの布端 3.5 センチからぐるっと一周縫ってください。こちらも同じようにこの布端から 3.5 センチのところまで縫います。見返しがつけ終わりましたら袖をつけていきます。袖山とこちらの直線に縫った縫い目を合わせてそれぞれ身ごろに合わせていきます。こちらを縫い代1センチで縫ってください。縫い代1センチで縫いましたら2枚一緒にジグザグミシンをかけていきます。見返しをつけて表に返してきました。こちらの前立を2センチ2センチで折ります。こちらの見返しの縫い代は先ほど縫い止まりのところから5ミリでカットします。そして前立を2センチ2センチで折ります。表から見た時に前立が見えないように少し内側に折ります。そして見返しの布端5ミリぐらいから1周ぐるっと縫っていきます。こちらの前立も同じように2センチ折って2センチ折ります。こちらを1周縫います。次に前立を縫います。前立をこのように2センチ2センチ外側に向けて折ります。こちらが生地の表地です。表地に対してこのように折ります。そして裾から3センチのところを前立分の幅縫います。こちらを 1.5 で折ります。そしてこの前立を返します。このように折ります。そしてこちらの前立を縫っていきます。こちらの前立のこちらの布端2ミリほどとこちらから布端2ミリほど2本縫っていきます。見返しの布端5ミリで縫って前立も2ミリほどで縫ってきました。表から見るとミシン目がこのようになります。こちらとこちらです。
裾まで縫っていますので、裾はこのような形になっています。次に袖をこのようにつけましたら、袖下と脇を縫っていきます。中表に返します。こちらの袖は1センチ1センチで折り目をつけておきます。このように袖下と脇を縫い代1センチで縫っていきます。袖下と脇はこのようになっています。こちらの脇ぐりの縫い代は袖側に倒しておきます。こちらを縫ってきて、脇ぐりのミシン目まで来た時に押さえを上げて、こちらの縦の方向に布を変えていただくと縫いやすいと思います。裾を縫っていきます。裾は先ほどここを折ったように 1.5、1.5 で三つ折りしていきます。こちらの脇の縫い代は両方とも背中側に倒すようにします。こちらをこの布端から 1、2 ミリで縫っていきます。次に袖を縫っていきます。袖は先ほど折り目をつけておいた1センチ1センチの三つ折りにします。そしてこちらの布端を 1、2 ミリで縫っていきます。裾と袖口が縫えましたら、次に前立てにボタンをつけていきます。ボタンの数と間隔はお好みで決めてください。今回は4つボタンをつけることにしました。最初はこの字に縫えている内側に1つ10センチずつ開けて4つつけていきます。プラホックをつけていくので、こちらに目打ちで穴を開けてプラホックをつけていきます。このようにスナップボタンをつけていきます。右側が上になりますので、スナップボタンの出っ張っている方を上に、へこんでいる方を下につけます。この出っ張った、とんがりが出ている方を生地の右側は上からはめます。左側は下からはめます。そしてこちらの出っ張っている方を右側に刺していきます。この出っ張りがあって、ちょっと指だと痛いので、こういうスティック状のものを使って押すとはめやすいです。パチンと音が鳴ったらちゃんとはまっています。こちらの方は指でもはめやすいです。このようにはまりました。袖口の三つ折りと裾の三つ折りがこのようにできて、これで出来上がりです。袖口の縫い代は後ろ側に倒してください。
今回はシーチング素材を使用しました。朝と昼の気温差が激しい時など軽く羽織っていただけると思いますので、よかったら作ってみてください。もう少し厚手の生地などを使っていただければ、これからの季節も長く着ていただけると思います。お好きな生地を選んでよかったら作ってみてください。